はい、じゃあ、こんにちは。あ、何ですか？クレイグと言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どのくらい日本にいますか？ちょうど2年ですね。はい。これから2年間ぐらいです。はい。そう、今までどうですか？どうですか？結構広いですね。でも、素晴らしい国だと思います、日本は。はい。最初からいいところは何ですか、日本に？やっぱり数ヶ月前に新しいチームに移動してきて、完全に日本語を使っている環境にいるから、それはすごくありがたくて、自分がすごく成長しているという実感があるので、その部分がやっぱりいいと思いますし、あとはやっぱり人間関係、当然最初の方、一人で来日して友達ゼロの状態から新たにネットワークを作らなきゃいけないので、それから徐々に自分のネットワークを広げて、今は友達とかそれ以上の関係もいらっしゃるので、はい、それはすごいいいと思います。日本の中で友達を作るのは難しいですか？いやどうでしょうね。なんかマリさんと同じように、日本語ができた状態で切ったから、もうコミュニケーション的には問題は特になくて、そうですね。あとは私は結構外交的な性格だから、人を話しかけることに何の抵抗もないんですよ。そうはい。なんだ。だからそう割ともう初日から「こんにちは」みたいな感じで、はい、普通に友達を作りました。多分半年ぐらいでもう200人ぐらい LINE を交換したくらいですね。はい。200人、はい。多いすぎるね。多分多すぎるくらい。それもはや友達と言えないですよね。結構浅くて。そうですね。でも200の中でどのくらい本当の友達ですか？5人もいかないぐらい、もう少ごめんないですね。はい。ね、少ない。そういうもんがあるよね。最初から日本に来て、なんかはい。浅く深く、いろんな、なんか、知り合いにできて、はい。そうで、どのくらいが深いのは、ちょっと難しいよね。なうんか少しのん。人だけで、そういう性格が合うよね。確かに特にやっぱ日本人に関してはそんなにすぐ開けないじゃないですか。すぐある程度、ちょっと信頼を得てうん、何回もあって、それは別に男女問わずですね。うん、最初の方はなかなかいろいろなことについて話してくれないから、それは多分イギリスよりも時間がかかるかなと思いますね。そうよね。でも日本の文化の中で、はい。友達を作るのは、ちょっとそういう関係の中で感するとドタキャンの人がああ。いるよね。そう、どう思いますか？いや、俺許さないですよ、そんな。本当許さに許さないです。そう一回をそうやってしまって許してないですか？よほどの理由がなければ基本許さないです。はい。僕の中に道徳というか、やっぱ価値観がすごい、もう明確に決まっているので、ある線を越えたらもう僕的にはアウトですね。だからドタキャンっていうのはその一つ。やっぱその相手への配慮が、足りなければ、そもそも友達にはならないと思います。日本人の中でそういう人は多いですか？いやー、そんなにないんですね。2人ぐらいしか。うん。で、基本そこから、それきりですね。カット。カットもね。カットさせてもらいました。そうメンタルのためにそういうは必要だと思いますね。そうですね、やっぱり仕事はすごい長時間労働で、あんまり、その自由な時間はそんなにない中で、そんなね、好き勝手に時間をあんまり守らないし、なんかドタキャンするような人と関わってる暇はないですね。だからそう許せないですね、はっきり言って。日本の中でなんか悪いところは何ですか？いや、多分残業の、文化というか風潮ですかね。なんかもちろんちゃんと仕事があれば残業した方がいいと思います。多少ね、必要以上というか決まった時間帯より長く働くのも全然いいと思いますけど、あまり仕事がそんなにない場合、明日やってもいいような仕事がある状態で書いた方がいいと思います。特にやっぱお子さんがいらっしゃる場合、奥さんが行った例えば昔今はちょっと、その方が転勤したんですけれども、転勤というか転職したんですけれども、新婚だっ
たんですね。奥さんと結婚したばっかりで、でも毎日10時間、11時間までオフィスにいたんですよね、その人。結婚したばっかりなのに奥さん会いたくないんですかと思ってしまったんですね。もちろん家庭の事情はわからないんですけれども、なんですかね、それはちょっと良くないなと思います。そう良くないと思いますよね。なんか仕事は仕事、なんか自分のプライベートもの方もはい。大事だと思いますよね。もしプライベートはハッピーではなくて、仕事もちゃんとできないと思います。まあそうですね。そこまで犠牲してしまうと、うん、何のために生きてるとなるよね。なんかただ、うん、その仕事という機会の中に、もうその歯車にしかなくなる。うん。だからそうですね。仕事以外の興味を持つのが重要だと思います。はい。そう、メディアの中で、すごいなんか、真面はい。目なテーマとはい。かああ、はありますよね。なんかいはいはい。どう生きてるか、はいはい。なんか真面目なことが多くて、はい。どう思いますか？まあ、個人的にはそういうコンテンツが好きなんですね、私。はい。なんか浅い話よりも深い意味のあうん、る、旨味のある話をするの方が楽しいと感じまうんうんうす。はん。い。そう、でもなんか深い話、はい。できる日本人が多いですか？まあ初対面だったらちょっと難しいかうん、もしれないですね。まあ普通は自分からでもそんな話題をぶつけない。なんか地うん。政学リスクについてどう思いますかと急に言い出したらちょっと変なちょっ変人とと思われまね。すよね。まあだからもうこうある程度ちょっとまあコミュニケーションを取ってじゃあこの人がこんなテーマについて話しても良さそうのであれば、まあ徐々にこう、なんていうそのテーマの重さを高めていて、実際どう思ってるのかっていうところまでいけると思いますね。そうよはい。ね。そうだから日本の中で友達とかフレンドシップはちょっと時間がかかりますよね。ああ、そうですね。まあうん。そうですね。まあでも、マリーさんは多分僕以上にうん。目立ってると思いますね。僕は結構目立つけど、うん。やっぱりその、今までにないようなタイプの人間と接触すると、相手がワクワクしますよね。やっぱ目がキラキラする。いや、すごい、この人会ったことないみたいな、すごい喜んで接してくれるから、うん。で、ほとんどの日本人と話してると、例えばランダムに、まあ、この間、ゴールデン街、新宿のゴールデン街で飲みに行ったんですけども、そこで普通に日本人と話してて、で、人生で一度も外国人と話したことないと言ったんですね。ない。でもそれが別に外国人が嫌いっていうわけでも全然なくて、ただ単純に日本語しか喋らない。で、普通に会話ができるほどの日本語力を持っている外国人は今まで会ったことないだけであって、で、これからはまあ、僕らみたいにちゃんと日本語を話せる外国人が増えれば彼的には問題ないんですけれども、言語だけじゃなくてその文化、やっぱり日本では青の呼吸、暗黙の了解、言われなくても分かる。そういう文化が相手が空気を読んで確かにね。もらって当然だよねっていう文化があるから、それを分からない外国人はちょっとね、まあ、お互いにとってちょっとね、ぎくしゃくしたり、あんまりいい関係には展開しないなと思いますので、そこら辺に関しては、まあ、ちょっと勉強が、必要なんじゃないかなと思いますね。そう、必要ね。でも言語の勉強じゃなくて、じゃなくて、はい。文化の勉強も必要ですね。そうですね。うん。そうですね。あんまり自分から強く何かにアプローチすれば、それはちょっと危険だと思いまうんす。なんかうん新しい環境に入って、まず観察から入るじゃないでうん。うんうんすか。うん。これはどういうところなのか。例えばなんかその宇宙になった場合だ、火星とか何でもいいんですけど、全く知らない環境にいきなり行った場合、当然、好き勝手にやらないでしょう。だから危険でしょ。何がちょっとね。襲ってくるかわからないから。そうな。まず、観察して、うん。ここに、まあ、すでに住んでいらっしゃる生き物がどういうふうに生きてるのか。うん。だから最初の方は、日本人という生き物がどういうふうに生活するのか、どういうふうに考えてるのかは、うん。できるだけ理解しようとしたんですよね。
そうそうそう。で、彼に全部わからなくても、その理解しようというスタンスを取っていることが、日本人にとって多分喜ばしいことだと思います。そう思いますよね。でもすごいイメージ。想像力が豊富な方で。そう、読書のためですね。サイファイの読みすぎ。そうなんだ。でもサイファイが好きですか？まあたまに見ますね。はい。そう。でもなんか趣味として何を、やってますか？趣味が。そうそう、まあ、番組の方はサイファイを見ますけれども、小説は基本的に何でもいい、結構流行ってるものを読む傾向があります。でもそうですね、読書だったり筋トレももちろんのこと、まあそうですね、普通に友達を作るのも人間と関わるのが、好きなんですね。はい。で、なんかそういう話、なんかいろんな話できて、で、どうやって日本語を勉強している質問はまだ聞いてないよね。そうですね、はい。そう、どうやって日本語を勉強していますか？それはまた面白くてですね、イーロン・マスクは当然ご存知でしょう。はい。で、彼がニューラリンクというチップを、最近その技術を、導入されたんで、やっぱその人間トライアルというのが実施されたから、僕は、これはちょっとすごい興味があって、応募したんですね。そうすると、実際脳内に、これぐらいのチップが入れてもらったんですね。で、そうすると、やっぱ携帯アプリで言語を選択してダウンロードできるんですよ。日本語をダウンロードしたわけですよ。はい。できた？どうですか、皆様。できた。面白い。ふざけてる？もちろん、あざとか傷とかないんですから、本当に。そう、傷はないよね。ちょっと隠してる。そう、ちょっとね。見えない。そう、ちょっとびっくりした。これ本当に映画みたいな。いやでも、結構道のりが長くてですね、8年間ぐらいずっと勉強してきて、で、最初の方は会社員として勉強し始めたんですね。営業の仕事をやりながら、好きな時間で、例えば通勤中だったりとか、仕事から書いて、疲れてる時でもちょこちょこ、日本語を勉強してたんですね。その最初の方は基礎的な文法とか言葉を身についてから大学に入学して、で、大学で副専攻みたいな感じで日本語の授業を履修したんですね。1年間はしんどかったけれども、2年生もほとんど全くと言ってもいいほど日本語に触れませんでした。もう他のプライオリティで忙しかったから。でも3年生になって、それは当時24歳だったかな。24歳の時に死ぬもの狂いで日本語を勉強してたんですよ。本当にもうこれから本格的に日本語をマスターしなきゃいけない。毎日何時間？いやー、どうでしょう。全部。全部24？できるだけ全部。だからもちろんまだ当時大学に通ってたから授業も英語で行われてるからそれはできないんですけれども、プライベートの時間で環境そのものを全部日本語にしたんですよ。でも友達はどう？あんまり遊ばなかった？合わないですよ。合わない？いや、それは覚悟ができたからもうごめんなさいけど、悪いけどもう合わないんですよ。そうだ。狂ってますよね。でも僕にとってやっぱこれがマスターしなければこれからの人生はうまくいかないっていうレベルでそういったレベル感で頑張ってきたから、もう本当に今同じ業界、同じ会社なんですけれども、すごい入るのは狭き門だから、これといった特徴がなければ入るのがすごく難しくて、なので僕にとってその特徴は日本語だったから、これをもう精通しなきゃいけない。これがないと俺は無価値だ。本当にそのような感覚で日本語に触れた。だから多分たまに羨ましいなんか他の人を見ると、アニメが大好きだから日本語を学んだみたいな。もちろんそれは全然悪くないけど、僕にはいやもちろん僕もアニメ大好きなんだ。でもそれだけじゃないんだよ。だからたまにムカつきます。なんかその女性とかアニメで日本語を学んだ。いやそういうレベルじゃないの。その程度じゃねえんだよ。
真面目に勉強しました。はい。真面目。はい。真面目しすぎ。そう、かもしれないです。そう、友達はなくて。なくて。いない。趣味もない。まあ、筋トレ以外ですね。だから本当にもう、図書館で、大学の図書館でもう12時間ぐらい勉強してて、で、その休憩時間で、まあ、その図書館の中で筋トレやってたんですね。プレスアップとかやってたのね、隙間時間。そうすると、やっぱ脳がある程度リフレッシュして、でまた勉強して、で終わったらやっぱまあ、週末とかで仕事をしてた、アルバイトをしてたんです。アルバイトなんだ。時間ないんですよ。そうだからアルバイトとはい。学校はと日本語同時にやってた。まあ、そうですね。はい。そうバランスはちょっと難しいよね。なんか睡眠時間大丈夫だった？大丈夫。それは結構自分にとってすごく大事。その3つ、睡眠、筋トレ、栄養。その3つが整ってないと、ちょっとね、体がバラバラになりかねないから、それを常に意識してます。はい。真面目だな。まあ、今はそんな感じではないですけど、当時はそう、はい。すごいなと思います。偉いです。チップに入れる方がずっと楽だったけど、残念ながらそれはないんで。そう、これからチップに入れるね。でももしチップが入れてレイズになっちゃう。そういうね、努力は大事。まあでもみんなはそういうふうになりつつあると思いませんか、AI とか、まあ、すごい普及してる中、なんか今まで記事とかを読んだけれども AI で普通に入力してこの記事は何と書いてますかとか質問するの方が絶対楽になったから、逆に真面目にやる人がバカに見える、そういう風に なりつつある気がしますね。でもちょっと違う。AI とチップに入れることはなんか全然そう全然違う。なんかレベルが違う。そうレベルが違うけど方向性は同じだと思います。マジか。そう、技術の進化、要はそうですね。例えば昔のタクシー運転手さんが地域を全部覚えてたんでしょ。なんかその紙の地図を必要に応じて使ってたかもしれないけど、本当に優秀なタクシー運転手は道を全部覚えた、ロンドンでは。まあ日本は、そうなったかわかんないですけど、でも今はみんな GPS を使わないと仕事ができないレベルになってて、逆に必死に道を覚えようとするタクシー運転手さんが何やってんのと言われるぐらいその技術が当たり前になってきたんですね。でと同じように、まあ、その AI とか、まあ、機械学習の技術がすごい進化してきた中、それを使わないともう何やってますかみたいな、何やってんだとなってるんですよ、そう現状。だからそのチップが本当の意味で導入されたら、今以上にその今までやったことをやらずに技術に頼りきりの状態になることは十分考えられると気がします。はい。でもそれもまた面白くて、例えば今日本語を勉強しようと思ったら、いろいろな技術があるんですよね。すごい短期間でやろうと思えば割と、高いレベルになれると思います。それは全然可能なんですけれども、昔と比べたらやっぱ本を読まざるを得ないし、何か聞こうと思ったら、なんか CD とか買ったりとか、結構面倒くさいことを余儀なくされた時代と比べたらだいぶ楽になったけれども、やっぱりそれでも断念して途中でもう三日坊主で終わっちゃう人が出てくるんですよね。それは要は技術のおかげですごい簡単になったけれども、その反面人がやっぱりおっしゃる通りレイジーになって、もうやる気が出ない、もう即時満足がすごいもうみんなにもうそういう人間がもうすでにこの世の中にできているから、逆にそうじゃない人間、そのなんていうまだそのやりたいその強い意志を持ちながら新しい技術を同時に使える人材があるなら、それはいよいよ私たちはそういうまさにそういう人たちじゃないですか。そうだからもうどんどんなんかこう格差が広めるんじゃないかなと思いますね。だからそのその要素を持っている人とそうでない人の格差が今以上に激しく広がっていくと、気がします。わからないですけど、未来のことなんか。ね、いろんなポイントを言ってくれたよね。じゃあごめんなさい、ペラペラで。そういうことじゃない。そう、なんかそうよかったよね。よかったです。
暗記使ってた？ああ、そう、ある程度使いました。はい。大事なとこですか？特にその中級レベルで、もうほぼ毎日のように使いました。1年半ぐらい使いました。でも、はい、今は全く使ってないですね。全く使ってない。でも、どうやって難しい言葉が覚えるようになるか。まあ、もちろん本を読んでる時に知らない難しい言葉出てきたら、その際に調べて、で、まあ、覚えるって感じですね。だからそんなになんかそもそもそんなに出ない言葉が、なんか覚えなくていいと思いますね。いや、本当の意味で、例えば普通に日本人と話してる中で、たまになんかあんまり知られてない言葉を使うと、逆に、まあ、理解してもらわないこともあれば、怖いと言われたこともあります。怖い、なんで外国人がその言葉してんのみたいな。怖いと言われたことが、だからこれはやりすぎだなと思って、なんかその、すごい極端に難しい言葉を使うよりも、その言葉をちゃんと精通して、操れるようになるのがよっぽど大事だと思います。自分の思ってること、意見をしっかり言えるようになるのが優先すべきだと思っていて、それ以外の、とんでもない言葉を無理やりに暗記して覚えるのが、ちょっと無意味な行為なんじゃないかなと思いますね。そう、だから、日常会話ちょっと以上、なんか日本人みんな使わったりすることがいいよね、と思いますよね。それは所詮僕の個人的な意見なんですけども、はい。あとはそうチャンネル名言ってもいいですか？はい、お願いします。すいません。私クレイゴ東京っていうYouTube チャンネルを経営しておりまして、経営してるというか趣味程度でちょこちょこ YouTube 動画を出してるんで、クレイゴ東京を検索していただくと出てくると思いますので、興味がある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。お待ちしております。お願いします、みんな。ありがとうござい本当にますありがとうございますね。どうもどうも。